ラキア776の敵の杖の処理にはバグがあり、特定の敵をバサークすると杖のターゲットが狂います。22章ではこのフリージ兵をバサークします。なぜこのユニットなのかは後で説明します。そしてターンエンドします。敵フェーズが始まりました。バサーク状態になった敵が袋叩きにされます。ここまでは普通です。敵が動いている間に解説します。敵の杖のターゲットを決める際には常にメモリの中で1人目の敵の敵対状態を参照します。バサークされたユニットが死にましたが問題ありません。敵を倒した時そのユニットはメモリから取り除かれますが、この時ユニット ID だけをクリアして状態などのデータはメモリに残ったままとなるため、増援が出現してその枠を上書きするまでこのバグは有効なままです。いよいよ杖使いのターンです。突然の裏切り、ゲルプリッターがサイレスされてしまいました。そしてサイアスもコーエンをスリープさせます。お説教されたのが気に食わなかったのかな。敵の杖は門や玉座の上でも関係なくターゲットにしてしまうバグもあるため、門の上にいるコーエンが眠らされてしまいました。コーエンもバサークを持っていますが眠らされているため使うことはありません。他の章でも遊んでみましょう。23章はこのダークマージをバサークします。ターンエンドします。オノマニアのジェネラルが狙われました。おーっと避けましたね。この章は他の章に比べるとあまり面白いことは起きません。次へ行きましょう。24章は杖を使う敵が山ほどいることで有名なマップです。アウグストが部隊を3分割してプレイヤーを絶望させたマップでもあります。24章ではこのダークマージをバサークします。ヨツムンガンドの攻撃を受けるとポイズン状態で上書きされてしまうため、リワープなどで道を塞いで攻撃されないように守ってあげます。またご存知のようにスリープやバサークはヒットポイントの高い順に狙われます。このマップではほとんどの場合ガルザスのヒットポイントが最も高いためガルザスがバサークされてしまいます。敵軍の中に放っておくとボコボコにされて死ぬので1ターン目に説得してレスキューしておきます。バサークされてもいいように武器を外しておきます。ガルザスでマリータを担ぎレスキューを節約します。回収。バサークの剣が当たると面倒なので倒しておきます。レストを持っているビショップが邪魔なので動きを止めておきます。レストさえ使えないようにできればサイレスでもスリープでも何でも良いです。さて解説の続きです。普通はボスユニットが1人目に配置され玉座や門の上にいるため問題ないのですが、後半のマップでは演出でマップ開始後にボスが配置されたりそれとは無関係に雑魚から配置されていたりするためこのような遊びができてしまいます。この当時はスーパーマリオクラブというアルバイトのプレイヤー集団に遊んでもらってゲームバランスの調整やバグの摘出を行っていたようですが、こういう特定の場合だけ顕在化するバグはテストプレイで摘出するのは困難なのでしょうね。なおこのスーパーマリオクラブは同名のテレビ番組とは関係ないそうです。話を戻しますと、このバグの発動中は実質的に敵の杖使い全員がバサーク状態となっているのと同じなので敵味方関係なくターゲットにされます。敵の魔力を上回るか
ヒットポイントを低くしてターゲットにされないようにしましょう。この動画ではリーフ以外は全員魔力20以上のユニットを使っています。ナンナは魔力が低いので炎の剣で底上げしています。ナンナの魔力成長率は杖使いとは思えないほどに低いですね。10% ですよ。10%。まあこれでも聖戦の系譜のナンナよりはマシなのですが、元をたどればラケシスの魔力成長率が 5% なのが問題ですね。ラケシスはマスターナイトになれるからいいですけど、ナンナはその割を食った感が強いです。などと言っていたら、ガルザスに四つムンガンドがヒットしました。いい感じに削ってくれたので、ガルザスがバサークされることはなくなりました。風魔法は闇に対して3すくみ不利ですが、トラキアでは 5% しか影響しないので気にする必要はありません。アスベルが全部やってくれました。いよいよ杖使いのターンです。子供を担いだダークマージがサイレスされました。スナイパーがバサークされました。マーシナリーがスリープされました。どのマップでもそうですが、バサークされたやつがいると容赦なく殴りに行きますね。判断が早い。仲間を助けようなどという意識は一切ありません。バサーク状態でも子供に攻撃はしない成人。このマップの子供たちは5ターン目が来るまでその場でまごまごしています。いつも思うんですが、ポイズン状態のエフェクト長すぎませんか？ 2 ターン目が始まりました。ダークマージを放置しているとバサーク状態が上書きされてしまうため始末しておきます。どうせならレイドリックをバサークにしたいですが、ロクトの剣の魔力プラス20が邪魔ですね。なので鉄の弓に装備を変更させます。盗むで鉄の弓を渡します。丸腰のサフイを投げ込んでおくことで鉄の弓でサフイを狙わせます。玉座の裏にちょうどいいスペースがあるので極めて安全に装備変更させられますね。ファーンをレスキューで回収します。適当に雑魚を片付けておきます。レストを持ったダークマージを封じておきます。ターンエンドします。無事回避しました。先ほどは極めて安全に装備変更させられますなどと言いましたが、これが当たっていたらやばかったですね。なぜかマーシナリーがサイレスに狙われました。魔法剣を持っているからでしょうか。
サイレスしても魔法剣は封じられませんが、内部的には魔法として扱われているのかもしれません。別のゲームでは聖属性吸収の装備をすると無属性の聖剣技を打たなくなる人もいましたし、実際の属性と敵のアルゴリズムには関係がないのが分かりますね。無双稲妻好きはヘルプでは雷属性となっているのに B グラフは聖属性と認識しているって、二重にバグっててやばいですね。なお PSP 版では聖剣技のヘルプから属性の記述が削除されました。あれ、レスト持ちは封じたつもりでしたが、レストを使われてしまいました。この和紙を倒しに来ただと。バカめ、死ぬのは貴様たちの方だ。鉄の弓で生きられても何一つ怖くありません。子供たちはやっぱりまごまごしています。サンタアンベが始まりました。レストを持っているダークマージを止めたつもりが普通に間違えましたね。確認を怠るとこういうことになるので気をつけましょう。改めて封じておきます。バサークの前にスリープされてしまうと困るのでスリープ持ちも封じておきます。ダメージを受けたので回復しておきます。上からダークマージが来ているので道を塞いでおきます。サフイはもうここにいる必要はないのでリワープで脱出します。ターンエンドします。トコ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 。こう見るとダークマージもなんだか可愛く見えてきますね。マスターアクスとキルソードしか持っていないマーシナリーがサイレスされています。バサーク状態では魔法を持っているかどうかも考慮していないだけっぽいですね。長かったですがそろそろバサークが見られそうです。はい、皆さんご注目。やりました。早速マーシナリーがレイドリックに攻撃します。残念ながら当たりませんでした。玉座が明け渡されました。子供たちはまだまごまごしています。4ターン目です。まだキアの杖は取っていませんが試しに制圧しちゃいましょう。制圧。厳しい戦いでした。だがアウグスト、レイドリックは本当に倒せたのか。倒せてません。とどめを刺したはずだが彼の姿は幻のように消えたぞ。最初から幻を見ていたのかもしれませんね。
次へ行ってみましょう。24章外伝は離脱地点の上にいるダークビショップが対象ですが、このダークビショップは魔力床に乗っているため、ランダム生成されたステータスによっては魔力20のユニットでもバサークできません。魔力20以上になっていた場合は M アップを使うか、魔力床の上にワープしてから使うと良いかと思います。ダークビショップの周りは全員四つムンガンドを持っていて、放置するとすぐにポイズン状態で上書きされてしまいます。リーフはスリープとバサークを受ける優先度が最低のため、リーフで捕獲します。このダークビショップは体格が大きめで、リーフの体格では捉えられない可能性もあります。だいたい10から15くらいになるようです。無条件捕獲するためにシーフで武器を奪いましょう。魔力20では足りなかったので M アップします。バサークする時に確認していたのですが、つい忘れてしまいますね。改めてシーフします。捕獲しましょう。捕獲状態で敵の中に放置すると死んでしまうためレスキューしておきます。と、ここまで準備の手順の説明はしましたが、いろいろ試してもこのショーでは特に面白いことは起きませんでした。闇の中へのサイレスというとても珍しい光景があっただけです。マリノス感がすごい。次へ行きます。いよいよ最終章です。最終章はこのダークマージをバサークします。最終章の敵の杖といえばエルフのバサークですね。楽しいことになりそうな予感がしますね。このマップは増援が出るのでバサークした敵は念のため捕獲しておきます。バサーク兵が捕獲できました。敵ターンは長いので省略します。1ターン目はツバイがバサークされました。中略ワープを使ってシーフをエルフの隣に送り込みます。配置の調整ができればワープしなくても済むのですが、このゲームにはそんな機能はないので有り余るワープを駆使します。エルフからバサークを奪いリザイアでの攻撃を誘います。杖を持っているとその場から動かないので間接攻撃を打たせます。その他封印解除に向けて準備しておきます。ターンエンドします。ツバイは強すぎてバサークしても他の敵が死ぬだけであまり面白くありません。部屋が区切られているせいで一人で全滅してくれたりもしませんし、なのでセティを放り込んでおきました。動きましたね。結構危ないシーンがありますが実際何度かやり直しています。セティは全く危なげないのでさすがですね。プレイヤーフェーズです。エルフが動いたので封印を解除しましょう。リザイアは回収しておきます。その他時ターンでの封印解除に向けて準備しておきます。ターンエンドします。
が解除されます。なんだと、封印が破られたというのか。ぬぬピーフめ、姑息な真似を。ならば貴様らも、あの世への道連れにしてやるわ。このストーンで石となって眠るがよい。プレイヤーフェイズです。バサークを返してあげます。ストーンは邪魔なので回収しておきます。フェンリルの範囲から逃げておきます。ターンエンドします。敵フェーズが始まりました。カオス。ベルド終了のお知らせ。クックック、何も知らずわしに逆らうか。ならば我が力を思い知れ。何も知らんのはお前や。プレイヤーフェイズです。バサークは回収しておきます。今ワープすれば終わらせられますが、もう少し様子を見てみましょう。バサークされているので案の定袋叩きにされます。今までもベルドは武器を盗まれたりだとか散々な扱いを受けてきましたが、周りからボコボコにされるラスボスもなかなかいませんね。人徳が足りないのでしょうか。しかしこう見てみるとベルドは意外と強いです。思ったより時間がかかるので早送りします。8倍速です。この不気味な音楽も8倍速になるとだいぶトンチキに聞こえますね。ひっそりとターンエンドしました。ベルドは意外と回避率が高いのか、よく避けてカウンターで倒していきます。バーサーカーがどんどんいなくなっています。かわいそう。いよいよその時が訪れます。このわしがバカな。だがまだ終わりではないぞ。わしが死んでもロプトは滅びぬ。ロプト帝国の復活は目の前に迫っておるのだ。せいぜいそれまであがくのだな。ふふふ、ははははは。これで終わりです。フェンリルを持ったダークマージが漏れてきてしまいました。まあ大した問題ではないですが、この人たちはずっとサイレスしてレストして送り返しています。サイの河原かな。玉座が空いているのでワークしちゃいましょう。なぜわざわざレスキューを挟むのかと思った方は正しいです。私も編集していて最初からさらにワークを持たせろよと思いました。バサークのことで頭がいっぱいでワークのことまで気が回りませんでした。まあ大した問題ではないですが。制圧。勝ったのかと疑問を差し挟みたくなる気持ちもわかります。こうしてフィアナ村から始まったリーフたちの戦いは
ベルドのバサークという形で一応の結果を出した。以上です。いかがでしたか？皆さんも楽しいバサークライフを送りましょう。こうするともっと楽しいよ、といった情報があればぜひコメントで教えてくださいね。ご視聴ありがとうございました。